皆さんこんにちは。生き物とものづくり系チャンネルの佐々木家の休日へようこそ。今回は新しくお迎えしたアリ用に超機能的な飼育用品を導入した様子をお届けします。アリ飼育と聞くと非常にマニアックなイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか。世の中の実態としてはイメージの通りで、まず国内で何らかのペットを飼育している人は3人に1人と言われており、そのペット飼育者のうち、昆虫類の飼育をしている人の割合は約 3.6%。また、昆虫飼育者全員がアリの飼育をしているとは考えにくく、多めに見積もっても5人に1人。総人口なら約30万人、満員電車4両分に1人ぐらいはアリ飼育者が乗っている計算ですね。話を戻して、今回紹介するアリと飼育用品は、専門の通販サイトでセールを狙って購入しました。この動画の公開日が1月中旬ぐらいだから、年末年始のセールでゲットした感じね。あ、これ24年9月に収録したやつですね。今回利用した通販サイトは前回と同じくアリスインアンダーグラウンドさんなんですが、この時期にやっていた独立記念セールの内容がなかなかぶっ飛んでいて、なんとアリの生体を購入すると、生体の購入金額がそのまま用品のクーポンとして使えました。つまり1万円の生体を買うと1万円分の用品代が無料、まさに神セールです。私のようなアリ飼育ビギナーだと使いやすい用品の基準がわからなかったりするので、クーポンであれこれ用品を買い漁って手軽に試せるのは非常に助かります。できれば毎日やってほしいですね。前置きが長くなりましたが購入したものを開封していきましょう。アリスさんの通販で生体を購入すると、店舗オリジナルの試験管飼育キットに入って届きます。試験管1本目は胸赤オオアリのコロニーです。全国の産地を中心に生息する日本最大級のアリで、普段は朽木の中にいることが多いようです。外見の特徴としては胸赤の名の通り、胸部の部分が深い赤色に発色しています。胸赤はシンプルにでかい、赤い、かっこいいのが魅力的ですね。普段生活している中でここまで大きなアリを近くで観察することがないので、育てるのが楽しみです。試験管2本目は梅松オオアリの女王です。こちらは胸赤オオアリと同じく山林に生息する傾向のある樹状性のアリで、女王は 1cm 以下と大きくはないですが、アリの中でもがっしりとした印象を受けます。今回は比較的最近に採取されたとされる新女王の単体をお迎えしました。乾燥種のアリとのことなので、働きアリが増えるまで時間がかかるのが難点ですが、加湿をしなくて良い分飼育難度も高くないので、じっくりゆっくり育てていきましょう。さて、アリを2種類購入した時の特別クーポンで引き換えたのはこちら。箱型 3D プリンタース MTKV です。こちらのアリの巣は巣の内部が9部屋に分かれており、巣の中央に湿度を取り込む大きなメッシュ穴と上部に通気用の穴が1箇所ずつ開いています。巣の下部には加湿用の貯水タンクが正面から見えるように配置されていて、上部にある給水穴からタンクに水を入れることで巣の中央の穴から適度な加湿が行われます。一方で上部の穴を開けておくと加湿と同時に換気も行われるため、縦型の巣の上下で高湿度なエリアとそこまででもないエリアに分かれるという仕組みです。この湿度の違いによりアリたちが自分で快適な場所を選べるのでストレスなく生活できます。トカゲの飼育でも飼育ケージ内に温度の強弱をつけたりするので考え方は似ていますね。先ほどのアリの巣と互換性のある餌場も購入しました。こちらは側面左右に3箇所ずつ合計6箇所の穴が開いている多機能餌場で、出入り口用の1箇所を除くと最大5箇所に給水器や吸蜜器を取り付けられます。天井は内蓋と外蓋の2種類で開閉できるので、餌をあげるときは丸い内蓋、がっつり掃除するときに外蓋を外す運用が良いみたいです。先ほどの縦型のアリの巣の正面に 10mm のチューブと高さ変換ブロックを取り付け、さらに変換ブロックと餌場を同じく 10mm のチューブで接続。最後に給水器と吸蜜器、遮光用のカバーを取り付ければ完成です。この巣には胸赤オオアリのコロニーに引っ越してきてもらいましょう。仮住まいの試験管巣を明るい場所に置いていたからかみんな暗い接合部に集まっていますね。引っ越しのために取り出すのも面倒なので接合部を取り外して餌場の中に放置しておきます。しばらくすると巣から出てきた偵察アリが餌場の中をせわしなく探索し始めました。そのままチューブをたどってアリの巣の中をくまなく歩いて下調べしています。やはり女王様をお迎えする巣、粗相のないようにしっかり見定めたいですよね。しばらく待っていたら偵察隊が増えていました。合計5匹が井戸端会議しています。翌日には偵察隊が井戸端会議していた部屋に女王アリが入っていました。どうやら新しい巣を気に入ってくれたみたいですね。この巣なら100匹以上は余裕で住めるので2から3年は引っ越さなくても大丈夫そうです。
いつか満室になる日を想像しながらじっくり育てていこうと思います。といった感じで今回はアリ2種類と縦型のアリの巣を導入した様子をお届けしました。以前お迎えしたミカドオオアリも含めると今のところ3種類のアリを飼育している形ですが、一応アリ飼育のゴールは決めていて、複数種類のアリの巣が複雑に交差する近未来的なアリの街を作れないか考えています。アリのコロニーが小さいのと住んでもらうアリも確定していないのでまた先の話ですが、ちょっとずつ試作しながらお目見えできるレベルまで進めていく予定ですので、気になる方はぜひチャンネル登録して気長にお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。